ルー、レイ、ゆめ、みあい、いちか、みさん、しゃき、さくら、あかり。みふ、みーな。足しっかり上げてストレッチと発声して、はい万全の状態でステージに立ちましょう。はい We are ジュジュスジェイ。お願いします。ガールズビーアンビション。歌うの大好き情熱を放ちますか。ジュースの新人メガネと喋りますか。歌もピアノもバイオリンも音楽表現しちゃいます。様子のおかしい美人とか失礼じゃないですか。みんなどうも Let's be ambition Let's be ambition Let's be ambition Let's be ambitious 明日の系譜の継承者うらしますかも。クールな見た目に熱い歌でかましますかも。過去愛の空空も止まりません。全力少女でいます。8、9、キューティーアンダーディナー海じゃないの。ちょっぴり嘘 Gotta be ambition Gotta be ambition Gotta be ambition Gotta be ambitious 叶えみんなでマジで覚悟絶対に使うね。輝く未来叶ってね Tonight Just be ambition Come on Just be ambition Tonight Just be ambition Just be ambition ジュスチュースライブツアー2026アップトゥイレブン、いよいよ始まりました。昨日ですね、ゼップ名古屋からスタートしまして、今日はゼップ難波で、大阪で、ライブさせていただきましたということで、地元のいちかどうでしたか？はい、皆さんやっぱり声もいっぱい出てましたし、何より距離が近い分皆さんの表情とかがいっぱい見れて、みんなニッコニコでこの笑顔をずっと絶やすまいと逃さまいと頑張ってきてくれましたけどこれからも皆さんがニコニコできるようにこれからも頑張っていきたいと思います。リアイどうでした？はい、いや大阪のみんなは本当に声が大きい声が大きいですし、本当にすごく熱く盛り上がってくれてるのがすごく嬉しかったですし、今回のツアーは「アップトゥイレブンっていうタイトルもあって、メンバーもこう来てくださった皆さんも本当に限界突破できちゃうようなツアーになるんじゃないかなと思うので、ピアアリーナに向けてどんどん突っ走って限界突破していきたいなと思います。そしてニーナ、はい、いかがですか、今ツアーは。いかが？私は今回初めて春ツアーなんですけど、なんかはい春ツアー初めてっていうなんかあんま春ツアーなんか2、3回やった記憶がする。かっこいい。もう妄想春ツアー仮定しちゃったかのようなくらい、なんかすごい今回初めてじゃないようななんか楽しみというか、限界突破が皆さん絶対できるはずなので、というかしますので、皆さん来るときは覚悟してきてください。そうですね、今10周数いろんなお仕事させていただいていますけど、春ツアーが始まるまでもすごく楽しみにしていたし、やっぱりライブをやるとやっぱこれだなーって思うような、なんかすごく熱い時間でした。ツアー始まったばかりですけども、ピアアリーナ公演 2days 5月の終わりに決まっていますので、そこまで1ヶ月半ぐらいかけてどんどん磨きをかけていきたいなと思っております。みんなで楽しんでいきましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ジューシューでした。
ロステ、今回もお相手はジュースの井上レイと椿ファクトリーの小野瑞穂です。ハロステはコンサート映像、メンバーのちょっとしたパーソナルな話題やハロープロジェクトの魅力をお届けしていく番組です。さらにレコーディングやリハーサルなど活動の裏側にも迫ってお送りしていきます。水曜日と金曜日に新着動画がアップされますのでよろしくお願いしお願ます。いします。まずはハロー SNS チェックイエーイイエーイはい、今日はですね、小野瑞穂ちゃんの SNS チェックです。4月6日のインスタグラムから、はい。館山市に、椿ファクトリーのマンホールが設置されました。みんな見つけてねということで、館山駅西口交差点付近にですね、はい、椿ファクトリーのマンホールが設置されました。写真スポットになるね。そうですね。バスツアーを椿ファクトリーが2日間館山市で、千葉県館山市でやらせていただいて、で2日目に、ナルチカのコンサートを行ったんですけど、そのコンサートの開催記念で今回マンホールを設置させていただいたということで、館山市の企業さんとかからもいろいろご協力をいただいたりして、今回このマンホールが完成したんですけど、めっちゃ可愛くないですか？めっちゃ可愛い。なんかこんなに可愛いマンホールってあるんだって思って。本当だよね。だからそれが実際椿ファクトリーでできたっていうのがすごく嬉しかったですし、館山市のお花が椿なんですって。そうなんですよ。すごい。でだから今回バスツアーを開催させていただいたっていうのもあるんですけど、だからこのマンホールにも椿の柄とかが入ってたりして、お花が入ってたりしてめちゃくちゃ嬉しいなって思いましたね。バスツアーでも本当に館山市でいろいろな経験をさせていただいて、城山公園っていうところで、椿の苗を植えさせてもらって、それも椿ファクトリーの名前のなんかなんていうんですかね、標識なんかあるよね。なんかよくお札みたいな、お札じゃないか、名札みたいな、そうなんか木の名札みたいなやつ。そうなんですよ。だから椿が植えたよっていうのも、椿ファクトリーのメンバーが植えたよっていうのも分かるようになってて、じゃあ聖地巡れるってことだ。そうなんですよ。もうなんか今最年少が西村いつきちゃんなんですけど、いつきちゃんとかがもう大きくなってリーダーとかやってる時とかに、なんかまたバスツアーとか行ってこの木が成長してるところを見てほしいなって見てお願いに思ってました。ちょっとなんかもう伝えられなかったんですけど、うまくいつきちゃんには、だからぜひなんかその10年後また見に行けたらいいなって思いましたね。ハロステ。続いてはハロープロジェクトの各グループのレコーディングやダンスレッスン、ミュージックビデオ撮影やコンサートの裏側に密着していくハロカミをお届けしていきます。ひなフェスアンジュルム&お茶の間プレミアムからソロ&シャッフルユニットの様子をご覧ください。自分知っているけどドキドキときめきどうやって猫をかぶってて本性は焦りとバレるありがとうございます。なんかみんなで何やりたいみたいなの言った時にこうみんながこれこれこれどうかなって言ったやつに全員人生はステップが入ってて、じゃあこれは第一候補だねみたいな感じで決まっちゃったので今になってちょっと後悔する難しい。でも本当になんかみんななんかおしゃれななんか感じが似合うなって最初パッてメンバー見た時に思ったので、すごくなんか頑張って素敵にパフォーマンスできればめっちゃぴったりな曲になるんじゃないかなと思うので頑張りたいと思います。
で、その歌にしてもダンスにしてもなんかキュートさんならではのためみたいなのがあって、それをやっぱ表現するのがいつもグループとかで歌ってる楽曲とはまた違う世界観なのかなと思うので、そこがやっぱり挑戦できるポイントかなって思います。感想が多分タップダンスの振り付け、タップダンスとか人生でやったことないからなんか、ないね。覚えてもこれ合ってんのかなみたいな感じでなんか探り探りやってたので、ちょっと感想が私的に難しいポイントです。結構ノリがこう3連というか、ジャズ調なので、それプラス細かい振りっていうのが結構自分の中で難しいので、冷静に頑張りたいと思います。すごく振りとかも細かいんですけど、歌もすごいリズムが細かいんですけど、なんかちょっとでもずれたらめちゃくちゃバレてしまうのがすごい難しいポイントだなと思っていて、だし本家のキュートさんはすごく大人っぽくかっこよくこの楽曲を披露されていたので、なんかちゃんと私たちもそれにちゃんと食らいついてじゃないですけど、楽曲の魅力を半減させないように頑張っていきたいなというふうに思いました。私2回目ですごくやっぱ緊張したので、ソロでやる機会でいうとバースデーイベントとかなんかそういう会場よりもこうぐんと広い会場でこうハロープロジェクト全体のコンサートなので、私のことあんまり知らないよって方もたくさんいらっしゃる中でのパフォーマンスっていうのもあって、すごいドキドキしたなっていうのを覚えてるので、ソロ弾いた時おーマジかって思いました。自分知っているけど、ドキドキときめき嘘君なのね、超でかくない。前回のソロも女が目立ってなぜいけないっていう楽曲を歌って、それも結構なんですかね、意外性っていうところで曲を選んだんですけど、今回もその直近のソロでいうとソロフェスで恋の UFO キャッチャーを歌って結構こう可愛らしい印象の曲だったので、それと真逆の印象になるようにと思ってこの「ないものラブ」を選んだので、会場にいる皆さんをこう一人の力で引きつけられるようなかっこいいインパクトのあるパフォーマンスをしたいなと思います。感想の後の「前で待ってるもの」なんだけど、あそこのイメージ、これを作った時のイメージで言うと魔法使いの女王様、世の中のものは全て私が全部こんなことでもできるわみたいな、なんかそういうような感じのなんか強さみたいなのが、もしなんかそういうの楽しみなのであれば、自分の中でのいろんな井口さえこう出していくのが面白いなと思うんだったら、なんかああいうコロコロ変わっていく感じにやってみてもいいし、やっぱり落ちサビがすごいかっこよくて、さっき女王様になった気分でっていう風に言われて、なかなか私そういうなんですかね、私が女王よみたいな感じの雰囲気で歌ったことあんまりないので、そこですごいって思わせられるように、そこはたくさん映像とか見て研究してやりたいなと思いますし、そことは逆にその後の落ちサビとかはすごい可愛らしい感じなので、A メロとかも結構そういうちょっとなんですかね、小悪魔じゃないけどなんかそういう雰囲気のある曲なので、ちゃんと強弱というか曲の中でいろんな一面を見せられるように頑張りたいなと思います。ちょっとそこ焦らないでやった方がいいかも。はい。実は私とミクは、2年前のひなフェスでも、一緒に5人組でやらせていただいたんですけど、その時にミクが「むき出して向き合って」を
なんかやりたい曲リストに入れてて、そう入れた。でそれでそれを思い出してなんか2人で曲どうしようかって言った時に、そういえばむき出しやりたいって言ってたよねっていう話になって、そこからいろいろね考えて、そう、なんかそうそれを覚えてくれたのめっちゃ嬉しくてしかも2人だからそれこそパートをちょっと分かれるところがあるんですけど、ちょうどぴったりだと思って、なのでこれやりたいですってお願いしたんで、しました。嬉しい、無事パフォーマンスできて。難しかったね。その昨日とかも一緒にねジャケット使って練習とかしてたんですけど、やってたんだよね。なんかそれでもちょっと難しかったし、今日はね私物のパーカーでね、そうちゃんと練習できるようにねやったけど、意外となんか重さが違うから、そうそのやっぱ生地とかによってどれぐらいこう脱げるかとかも違うんで、昨日とは全く違って結構コントロールがね大変だったよね、これの。大変だった。だからそれもありつつ、まあでも本番はねかっこよく決めなきゃいけないので、ちょっとジャケット練習頑張ります。頑張ります。多分2人のタイミングのちょっとずれはあるのかな。そこが揃うって多分歌も揃ってる、動きが揃ってるし、歌が揃ってんのに振りが揃ってないとなかなかちょっとなんかあんまりこうしっくりこい感じがするし、でもその合わせるっていうところがもうちょっと2人の間でできてくるともっとギラつき感が出てくると、そこら辺の人間にあとはその拍に対しての乗っかり方っていうのが2人です。はい。オリジナルのメンバーさん見た時に、その参考映像とかもたくさん見たんですけど、もうめちゃくちゃかっこいいし、やっぱ一言一句抜きがないというか、そういうかっこよさをやっぱ再現できるように頑張りたいなって思いますし、なんて言うんだろう、結構リスペクトを今回、頑張ろうっていう、大好きな先輩がねやっぱいらっしゃるので、その方たちみたいにかっこよくなれるように頑張りたいねっていうのはまどぴとも話したので、そういうかっこよさを出せるように頑張れたらいいなと思います。緊張はしてるんですけど、多分直前になると今は緊張じゃないって思えるぐらい緊張が襲ってくると思うので、怖いです。とにかく頑張ります。今日より素晴らしい明日へ、誰もがそう願ってる。夢も仕事も恋愛も人生のことでもねなして One, two, let's dance。 回る回るよ人生、叶い出る人生、素晴らしく人生、さあ踊ろう 3, 2, 1 step。 シャッフルユニットをやるってなってから、メンバーの秋山真央さんがすごく、秋山真央さんのダンスが大好きなので、秋山さんに見せ方とかをこう少し教えていただいてた部分があったので、なんかもうその辺は意識してやることができたので、なんか少しは皆さんに椿いいかもっていうきっかけになれていたらいいなって思います。動きと歌が連動しなくて、個人的になんかどっちもそれぞれすごく難しくて、なんかそれぞれ練習したらできるようになったんですけど、合体させるのがかなり苦戦したなって思うんですけど、なんかすごく周りのメンバーが教えてもくれますし、なんかすごく上手なのをやっぱりリハーサル終わるごとに映像で見て、すごい頑張らなきゃなってすごく思わせてくれたので、本当にありがたかったです。私諦めない恋をすることも、無駄なプライドに邪魔なんかさせない。私諦めない恋をつけること、こんな私でもなるごと抱きしめて抜き出して抜き出して、夢中だってぶつかって抜き出して抜き出して、いつだって胸張って生きたかい。でも全体的になんですけど、歌の細かいところだったり、ダンスとか練習めっちゃ頑張ったからこそ、この成果を 100% 出せれたかっていうと、ちょっとやっぱそんなことはないけど、
あって10的な分で楽しかったのは 100%。だから思い出ジャケットさばきがやっぱ練習中にはとっても楽しかったんじゃないかなって思います。確かに。でもちょっとなんか絶対いつもじゃミスしないとこでミスしちゃった人あって本当に大丈夫。もう最初そこでショック受けちゃってうわーって感じだった。大丈夫だよ本当にもうみたいなところで違う振り付けを戻としちゃって、それで修正はしたんですけど、でもなんだろう、なんかね悔しかったこともあって、でもその気持ちに引っ張られないように結局ね最後まで楽しんでいったんじゃないかなと思います。私ないものねだってるいつだっていうのだから曖昧なセリフなんかじゃもう足りないの分かれないことわかってる簡単じゃないわ君の愛求めちゃうのよそんに悩む言うわけないものだ君に君よのこのソロは今までやってきた10年間ぐらいの中で結構一番緊張してたと言っても過言ではないぐらいすっごい始まる前バクバクでもう出れないんじゃないかって思うぐらい本当に緊張して、やってみてもうちょっとこうできるなっていうところとかはあったので、結構自分の中でも挑戦的だったないものラブっていうことを選んだんですけど、やっぱ落ちサビの部分、感想のダンスから落ちサビにかけての部分があんまりやっぱビヨーンズの中では見せれない一面なので、私のことあんま知らない方もいらっしゃったと思うので、そういう方にもおって思ってもらえるようにと思って練習しました。1公演目にソロをやってらっしゃった谷本さんも見てくださってて、それですごい良かったよって言って抱きしめてくれたのがもうすごいホッとして、緊張しすぎてソロ終わった瞬間のことばっかりを考えてたものなのでいざそれが来てやっとこうグーってなってたのから解放されたのもあって、ちょっとうるっときちゃったりとか、みんなすごい優しいのでよかったよっていっぱい褒めてくれて嬉しかったです。ひなフェスアンジュルム&お茶の間プレミアムからソロ&シャッフルユニットへの密着をご覧いただきました。いや、やっぱ緊張するだろうなっていう、そうですよね、緊張もするけど本当になんか1回しかないじゃん。そうですよね、あれって本当にもうなんか次こうしようみたいなのができないし、それこそいろんなリハーサルは何回かできるけど、その会場でのってなるとカメラがどっから来るのかとかもさ、本当に数回のリハーサルしかできないから、1回か絶対1回だね、そうですよね、あれは1回しかできないから本当にそういう違う意味での緊張感とかもありそう、ひなフェスならではだなってめちゃくちゃ思いましたね。でもなんか皆さんのその目線というか目の圧がやっぱり1回しかない、その1回でその爪痕を残すぞとか、なんかもうかっこよく決めるぞっていうのが、もう目から伝わってきて、それがすごいかっこよかったなって思いますし、やっぱりシャッフルユニットとかこういうソロってもうここでしか見られないから、見てる私たちはやっぱスペシャル感を感じられて、すごく面白かったなって思いますね。お仕事お疲れ様。ジュースの井上レイと椿ファクトリーの小野瑞穂がお送りしているハロステ、そろそろお別れのお時間となりました。あっという間でしたね。なんかでもなんか私的になんか井上さんのそのお仕事に対する姿勢とかをたくさん聞くことができてすごい嬉しかったなって思います。いや嬉しい。なんか普段2人でさ話しててもさ、こんなさ真面目な話しないですよね逆にね、新鮮だったし、なんかご飯とか行きたいねとかずっとさ、
なんか椿のみんなに言ってるけど、マジでなかなか行けてなくて。そうですね。行きましょう。行こうね。それではじゃあ最後にですね、私たちのこれからの動きを見ていきたいと思います。ジュースはですね、春ツアー回っておりまして、アップトゥ11と題しているんですけれども、それの、5月26、27の 2days ピアアリーナ MM さんにて、モアっていうね、これ多分漏れにかけてるんです。すごいですよね。モアとモアモアっていうサブタイトルのサブタイトルのサブサブタイトルみたいなのがついてあるんですけれども、本当に今たくさんの方にジュースを見ていただいて、でなんかジュース自身もなんかまだいけるぜみたいな熱血さんたちが集まってるから本当になんか曲に負けないようにっていうのもそうだし、気合が本当に違いますよっていうところをね、見れると思いますので。そして椿ファクトリーもツアー中となっておりますね。今回のツアーはライブハウスとあとホールがありまして、で途中で福田マリンちゃんが、その教育実習に行く関係で、マリンちゃんのなしのツアーとかも出てきちゃうんですけど、気持ちは11人で頑張りたいなって思っていますので、ぜひたくさんの方に来ていただきたいです。そしてシングル発売も決まっております。リリーベも、全国各地でやらせていただくので、椿ファクトリーのことをいろいろな方に好きになってもらえるように頑張りたいなと思います。ハロステはハロープロジェクトのコンサート映像、メンバーのちょっとしたパーソナルな話題をはじめ、レコーディングやリハーサルなど活動の裏側にも迫ってお送りしていきます。毎週水曜日と金曜日の19時に新着動画がアップされますので、高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。今回のお相手はジュースの井上レイと椿ファクトリーの小野瑞穂でした。さようなら。